この動画は JLC-PCB の提供でお送りします。こんにちは。今日はニッケル亜鉛電池というですね、あまり聞いたことのない電池を見つけたので分解レビューしていきます。こちらです。メーカーズというブランドから出ているニッケル亜鉛電池です。知っている人も多いかと思いますが、メーカーズはキーエンスのグループ会社で、機械系の部品や制御関連の部品、そしてこういった電気系の小物を売っているところです。日本の企業でこういった中華ガジェットみたいのを売っているのは結構珍しいので、ニッケル亜鉛電池がどういったものなのか分解しながら確認していきます。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLC-PCB が結構おすすめです。プリント基板というとこういった緑色の硬い基板を想像しますが JLC-PCB では柔らかいフレキシブル基板も作れます。ウェアラブル機器やより柔軟性の高い部品配置でフレキシブル基板はほぼ必須となっています。今現在フレキシブル基板を多くの人に使ってほしいということで価格をかなり下げて製造しています。100×100mm が5枚で2ドルからかなり安いですね。フレキシブル基板を補強するための補強材もいろいろ選べて、ポリイミド、FR4、ステンレス、3M テープ、さらに EMI シールドフィルムも選べるようになっています。フレキシブル基板のクーポンも概要欄のリンクで配布していますので、皆さんもぜひいろいろ作ってみてください。まずはスペックを確認します。ZN、NI とあります。ニッケル亜鉛電池です。ニッケル亜鉛電池の特徴としては、リチウムイオン電池と違って可燃性の電解液を使っていないので燃えることはないというのがあります。交渉電圧は 1.6V、交渉容量は 1200mAh です。公式ページを見てみると、交渉容量については製品の個体差による振れ幅を持たせていて、最低でも 1080mAh はあるようです。電池の種類は違いますが、ニッケル水素電池のパナソニック N ループは 2000mAh なので、それと比べると交渉容量は少ないです。ただニッケル亜鉛電池とニッケル水素電池ではバッテリー電圧自体が全く違いますので、電池の実力を見るにはワットアワーで容量を見る必要があります。これについては後で検証します。充電回数については500回以上となっています。参考までに N ループの充電回数は600回以上となっているので、500回という充電回数は標準的なものかと思いました。電池全体を見てみると、リチウムイオン電池を使った製品などと違って PSE マークの表記はありません。ニッケル亜鉛電池はニッケル水素電池などと同じように、現状は規制対象品目にはなっていないようです。将来的になることも多分ないんじゃないかなとは思います。この電池の特徴なのですが、充電器が内蔵されていて USB ケーブルを挿すだけで充電が開始されます。ただ充電器が内蔵されていることに対しては一長一短かなと思います。まずケーブルを挿すだけで簡単に充電できるというのはいいです。逆に言えば内蔵されている充電器の体積分、電池のセルサイズは小さくなります。その結果電池容量も少なくなります。なので電池セル単品で販売されているニッケル亜鉛電池と比べると容量は不利です。ちなみに電池の充電にはものすごく時間がかかります。マニュアルを見ると9から10時間と書いてありますが、本当にこれぐらいかかります。ニッケル水素電池の急速充電が2時間ぐらいで終わることを考えると10時間は長すぎますね。またニッケル水素電池などに使われている充電器の使い回しはできません。電池電圧が高すぎて充電器が電池がすでに満充電であることを検出するか、電池が壊れていると検出してしまうからです。ここからは電池の性能を測定していきます。まずは重さです。はい、21.2g です。参考までにニッケル水素電池の N ループは 26.9g、アルカリ乾電池は 24.7g です。このように他の電池と比べると数グラム程度軽めなようです。軽い理由というのは分かっていまして、内部に密度の低い充電回路が入っているからです。次は開放電圧を測定します。満充電の状態です。1.85V です。ニッケル亜鉛電池なのでやはり開放電圧は高いですね。参考までにニッケル水素電池は 1.4V、 交渉電圧は 1.2V なんですけども、こういった充電池って充電するとだいたい交渉電圧よりも高い電圧が出ます。そしてアルカリ乾電池 1.54V です。この通りニッケル亜鉛電池は電池電圧自体が高いのでハイパワーな用途に向いていそうです。
特にアルカリ乾電池で動いているようなハイパワーな負荷に使う電池の置き換えに適しています。なぜかについては後で詳しく解説しますが、メーカーズの電池の放電中の電圧は 1.6V 程度あります。それに対して先ほど見た通りアルカリ乾電池の開放電圧は 1.5V 程度です。ですのでちょうど置き換えしやすい電圧となっています。逆にニッケル水素電池で動かすことを想定している機器でこの電池を使うと電圧が高すぎになってしまうのであんまし良くなさそうですね。ですのでこの電池は基本的には分かっている人向けの電池でよくわからない人は使わない方が良いと思います。ここからは分解していきます。分解するなとは書いてありますが普通に分解します。分解するとこのように3つの部品に分かれています。こちらが電池のセルですね。一番左にあるこちらが電池の充電回路です。真ん中にあるのが充電回路と電池本体をつなぐためのスリーブです。充電回路部分をさらに分解していきます。こちらにある突起、これはプラス部分の突起です。さらにこれをこんな感じでですね、取り外せます。こちらの黒い部品はクッションみたいな素材でできています。そしてこちら充電回路です。非常に小さい部品で回路を作っていて IC 部品は2つしかないようです。部品はいろいろと省略していますがこちらの回路となっています。ここが 5V の入力、そして右側の端子が電池のですねプラスマイナスの端子です。この部分が中に入っている電池のセルの本体、そしてこの部分が電池の充電回路なんかです。 USB の入力から見ていきます。こんな感じでね、逆流防止用のダイオードが入っています。いいですね。充電の方式は LDO、レギュレーターですね。それをベースとした充電回路となっています。この回路を見てもらうとわかるんですけども、中にインダクターとかそういった部品は一切使われていません。ですので、スイッチングベースの回路は使っていません。そしてこちらにですね、いろいろ制御するための回路が入っています。電池セルの端子は実はそのまま外部に引き出されています。電池のプラスマイナスがそのまま外部に引き出されているので、この部分については他の充電池や乾電池と同じ仕様です。電池に充電のための回路が並列にくっついている、そんなイメージです。この回路を見てもらうと分かる通り、充電するときは実はこの充電回路を使わないでも外部からこの電池本体に直接電圧を加えれば中に入っている電池につながっているので充電ができるような仕様になっています。実際に電池を接続すると、はい、このように充電できてしまいます。また販売ページには保護、過負荷、短絡、過電圧と書いてありますが、これは回路的にはできない構成となっています。なぜかというと、セルの端子が外部に直接引き出されているからです。実際に実験してみると、負荷として 10A 程度流すことができます。この電池サイズで 10A は過負荷の領域かとは思いますが、特に保護はかかりませんでした。また外部から高い電圧を変えても特に過電圧保護はかからずに充電できてしまう状態です。このように実験した限りですと、過負荷、短絡、過電圧保護の動作は確認できませんでした。ただ、こういった保護機能がないというのは他の充電池と同じですので、一見的には問題ないです。ない機能をあるように書くのは問題かと思います。ここからはさらに詳しく性能を見ていきます。まずは放電特性を測定しました。こちらのグラフです。電池の放電レートは試験規格などでよく使われている 0.2C で設定しています。このグラフの見方は横軸は放電を開始してからの経過時間、縦軸は電池の電圧です。参考のためにニッケル水素電池も同じグラフ上に載せています。結果を見てみると、やはりニッケル亜鉛電池は全体的に電圧が高いですね。開放電圧は 1.85V、動作中も 1.6V 程度の電圧を維持し続けています。この高い電圧を出し続けてくれるというのがハイパワーということです。一応5時間放電を続けられれば定格容量を持っているということになりますが、4時間45分ぐらいで完全放電してしまいました。この放電特性の試験結果から電池容量の測定も行いました。参考のために N ループも表示しています。アンペアアワーの交渉容量については、メーカーズのものは 1200mAh、実測容量は 1146mAh です。この製品は最低でも 1080mAh は持っているということなので、交渉容量よりかは少なくなっていますが、製品個体差の範囲内です。この表を見てみると、アンペアアワーでの容量は少なく見えますよね。多分そういう風に読み取った方多いんじゃないかと思います。
ワットアワーで見た方が電池が持っているエネルギーの量が分かりやすいので、そちらでも測定しています。ワットアワーの交渉容量については開示されていないので空欄です。実測容量は 1841mWh となりました。まあこんなもんじゃないですかね。エネループなんかと比べるとワットアワーは少なめですね。これについてはメーカーズの場合は充電回路が内蔵されているので、その分電池のセルサイズが小さくなっているのが効いています。あとは内部抵抗の測定もしています。2つとも内部抵抗は数十ミリオームと低いのですが、メーカーズの方は80ミリオームと少し高めに出ています。これについては理由は分かっています。内部に入っている電池セルの端子を引き出すためにリード線やプリント基板、ハンダ付けの箇所を通ってきていて、その部分の抵抗がこの中に含まれるからです。ただ電池を使う人からするとこの状態でしか使えないので、今回の 80mΩ という内部抵抗がこの電池の実力ということになります。次は電池が出すノイズを見ていきます。以前 USB で充電できるリチウムイオン型単三電池をレビューした時は、電圧変換回路から出てくるノイズが問題となりました。これはリチウムイオン電池の 4.2V の電圧を単三乾電池の電圧である 1.5V に変換するための回路が動作していたことによるノイズです。今回のメーカーズのものですと、電池としての電圧を出すための電圧変換回路は入っておらず、電池セルの端子をそのまま引き出している構成なのでノイズは非常に少ないです。実際にラジオで試してみるとこんな感じです。同調していない時のバックグラウンドノイズは非常に少ないです。リチウムイオン単三電池の場合はこんな感じです。バックグラウンドノイズがすごいですね。このようにノイズがあると困るような機器にも今回の電池は使えそうです。次は自己放電についても確認してみます。このような回路で測定しています。電池自体の自己放電はわからないのですが、並列についている充電回路の消費電流の測定はできます。実際どれくらいの消費電流があるかというと、このくらいです。1ナノアンペアいかないぐらいでほぼゼロです。仮に1ナノアンペアを1年間消費し続けるとすると、これはバッテリー容量の 0.0007% に相当します。ですので、この充電回路によるバッテリーの放電というのはほとんど無視できます。確認はしてませんけど、セルの自己放電の方が大きいと思います。最後にアルカリ乾電池やニッケル水素電池からこちらのニッケル亜鉛電池に置き換えができるのか気になる方も多いと思います。一見的にどう考えているかというと、アルカリ乾電池で動くように設計されている機器の場合は多分大丈夫です。ニッケル水素電池で動くように設計されている機器の場合は電池の電圧は結構違うので何とも言えませんが、多分大丈夫なことが多いと思います。でも動くか不安なら置き換えないでください。一見的には動作中の電圧というよりかは電池残量がゼロに近い時の方が実用上問題になるケースが多いと考えています。こちらに放電したニッケル亜鉛電池があります。セルの電圧を見てみるとまだ 1.5V 程度あります。電池を使い切った状態でもまだ電池電圧が高く、機器の方が電池の残量がまだある状態だと認識してしまって動作が不安定になる可能性があります。どういうことかというと、電池残量がゼロなので使い始めるとすぐに電圧が下がって使えなくなってしまいます。しばらく放置すると電圧は回復するので、機器側からすると電池残量がある状態に見えるので超短時間であれば動作はしますが、またすぐに電圧が下がって使えなくなってしまうという現象が起きます。こういったことが起きるのは容易に想像できますね。またこういったことが起きると電池を組み込んでいる機器が壊れていると勘違いして機器メーカーに問い合わせる人が一定数は出てくるだろうと予想しています。はい。というわけで、ニッケル亜鉛電池ってどうなのということで、メーカーズが出している製品を例にして分解レビューしてきました。電圧が高くハイパワーというのが一番の売りでして、実際そういった用途にはニッケル亜鉛電池はよく合っていると思います。メーカーズの製品は内部に充電回路を内蔵していますが、セルの出力については従来の電池と同様そのまま出ているので、電池としては問題なく使えます。ただ通常の電池と比べて電圧が高いので、基本的にはそういうのが分かっている人向けの製品なのかなと考えてます。
製品のリンクについては概要欄にまとめていますので、気になる人はぜひチェックしてみてください。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたら、ぜひコメントも残してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。